さんこんにちは、沙織です。今回はなんとスペシャルゲスト翔さんにお越しいただきました。ありがとうございます。呼んでいただいて。今回インスタグラムを通じて IT 共通点あるので、はい、ぜひコラボしましょうっていう。そうですね。はい、お時間いただきました。ありがとうございます。今そうです。UTS に来たんですけど。そうなんですよ。僕が通ってる学校ですね、はい、大学です。大学に来て、そこで勉強してらっしゃるっていうことで、私も IT の企業で働いてるので、IT っていう切り口で今回話していくのと、なんかもう面接みたいなやつっぽいですね。でも先輩なんで楽しくお話していきましょう。お願いします。ちょっと柔らかに。はい。最初は、簡単に自己紹介をお願いします。わかりました。僕オーストラリアに来て、2年経って、最初語学学校でTAFEで今 UTS 大学院に通っているショーと言います。 YouTube でもね、その家庭とか外国人にインタビューしたりとかして配信している、留学生になります。よろしくお願いします。ありがとうございます。多分後ろに留学とかワーホリとか調べたら多分一番上に出てくるんじゃないかなと思うんですけど、出てきますよ。はい、ぜひまだねチャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録お願いします。早速オーストラリアで今後 IT キャリアを築いていこうって思ってらっしゃるんですけど、実際に勉強されてる内容と、それがどうキャリアに将来つながっていくのかとかっていうところを話していけたらなって思います。わかりました。じゃあ、IT 企業に興味を持ったきっかけとかありますか？きっかけは、専門スキルを身につけたいと思ったところになるんですけど、もともと僕日本で営業職3年やってて、でちょっと賛否両論あるかもしれないんですけど、営業職ってその物の表面的な知識を持って営業していく。で本当になんか僕大型機械みたいなところを商社で貿易とかしてたんですけど、細かい性能についてとか説明できないんですよね。素材とかなんでこの素材がいいのとか、忘れたりするし、説得力がなかったりするときに、メーカーさんを連れて、一緒に商談に行ったりとかするんですけど、やっぱり最終的にはそのメーカーさんの知識とか、技術が必要なので、多分故障しました、じゃあメーカーさん呼ばないといけないです、商社いらないです、営業マン何の役にも立たねえみたいな、でもそれを連れてくるのが営業マンの仕事だし力だと思うんですけど、でも結局はそのメーカーさんとか技術を持ってる人が一番強い権力があるんだなと気づいて、じゃあ専門スキル何にしよう、IT あるな、よし IT 行こうみたいな、その流れですね。そうですそうです。今は楽しいですかね？楽しくないですいやもう正直逃げたいばっかですよ本当に毎日。結構でも忙しいですよね。課題はどんぐらい、4科目あるんですかね、その1セメスター3ヶ月の中に。で1科目の中でどれぐらいの課題テスト、評価テストがあるのかっていうところなんですけど、どうだろうな、2週間に1回ぐらいはあるんじゃないですかね。何かしらあるって感じですね。課題があったりとかテストがあったりとか、クイズがあったりとか、っていうのが2週間に1回ぐらいあるイメージです。そうですね。で2週間で被るものとかもあったりするんで、4科目あるんで、そっか、1個じゃないんで、そうです。しかもそれが、クイズとかだったらまだいいんですよ、10問とかなんで、なんとか勉強したらいけるんですけど、じゃあ5センチのレポートを2週間後にやってください。でそれもまたプレゼンもありますってなると、なんかそのレポートをまず完成させる記事とか本とかを読んで 10個読まないといけませんみたいな、10個以上読まないといけませんみたいなものとかあったりするんで、この2週間ねみたいな、で他のなんか IT のプログラミングの授業もあるよみたいなところもあったりしながら、やっていくわけですよ。仕事もやりながらっていう楽しい授業もあるんですけどね。そのレポートとかは本当に嫌ですね。そうですね。例えば僕は AI の授業を前期取ってて、画像処理の、授業を取ってたんですけど、インプットとしてレクチャーでなんかアルゴリズムを学ぶ AI の画像処理が、絵の中になんかいろんなポイントをバーってやって、それが数値化されてて、でこの数値が高いものが何なのか低いものが何なのかみたいなところで、それを分析するためにどんなフィルターをかけるかみたいなことを学ぶわけですよ。でそれを学んだ後に実際に、自分でソフトを使ってやるんですけど、そのアルゴリズムを使ってどんな業界に適用させるかっていうのをレポートにまとめるんですよ。で僕たちが、グループでやったんですけど、僕たちがやったのが車の保険を自動でできる。車の表面とかをバーって画像処理して、ここへこんでる、じゃあいくら損害賠償請求できるとか、っていう、
アルゴリズムを適用させるためのレポートですね。なんでその問題が必要なのか、実際どれぐらいの問題が今大きな問題になってるのかで、そのアルゴリズムをどうやって適用させるのかとかっていうレポートを、5センチぐらい3人から4人ぐらいでやってるっていうのが、一つの例ですね。なんか結構わかんないんです。私ちょっとデータサイエンスとか、AI とかにまだ詳しくないんですけど、結構実務に寄ってるのかな。そうですね。それでいうと、言ってると思います。UTS の授業スタイルはそのレクチャーって今言ったインプットの場面と、ラボとかチュートリアルとかって言われる、少人数で行うアウトプットがあったりするんで、知識にはなりやすいかもしれないですね。でもそれが実際に現場でどんな風に使われてるかは分かんないです。あくまでアカデミックの現場で僕らはやってるんで、実際にどんな風に IT の人たちが本当にまずこれが必要なのか使ってるのかソフトとかっていうのはあったりしますけど、じゃあちょっと今いろいろ翔さんの経験ベースでお話いただいたんですけど、じゃあ次はちょっとオーストラリアの IT 業界の現状、今後就活どうするかみたいなところを教えてください。で私もちょっと調べてみたんですけど、オーストラリアの IT で需要が高い分野何なのかっていうところで、また4つあって、1つがサイバーセキュリティで、多分サイバーセキュリティの話サイバーセキュリティも取れます。僕は取れるんですけど、取らない理由があります。いいですよ。まず言ってもらって。あとデータサイエンス、ビジネスアナリティクス、今勉強されてるところと、あとはソフトウェア開発ですね。私がちょろっとやってるようなで、4つ目がクラウドエンジニアです。私も今ちょっとクラウド勉強してるんですけど、結構求人とかも。そうなんですか。クラウド次のセメスターで1個取れますね。クラウドディスクリプション見ただけでやりたくないなって思いながら、でも必須科目かなと思って取りましたけど、データサイエンス選んだ理由は元々その営業経験があるということで、そのデータ分析をして会社とか、会社員が困っていることに対してのアプローチの仕方が、IT だけをやってきた人よりかはまだなんか喋れるんじゃないかなっていうところ、ビジネスの視点から、見れるっていうことと、 AI とか、そのやる前まではですよ、AI とかかっこいいなみたいなところ。いやかっこいいです。そうなんですよ。そのデータサイエンスでいくとなんかデータ分析とか、そっちをなんか思い浮かべる人多いと思うんですけど、僕もそうで、でも実際蓋開けてみると AI の方までいけるんやって、ビッグデータとか画像処理とか、そうなんですよ。だからそっちの分野までいけるなら勉強しようかなっていうのが始まりで、始まったらもう苦しい前が始まってますって感じですけど、あとサイバーセキュリティとかはさっきちょっと言ったのが、求人めっちゃ多いんですよ。サイバーセキュリティめっちゃ多くてショートリストにも入ってるんですけど、多いのがシティズンか PR を持ってる人じゃないと働けないっていうのも、国防とかに関わるじゃないですか、セキュリティとかって。そんな大事な仕事をこんな日本から来たペイペイに任せられないじゃないですかっていうところもあって、結構なんなんですよね。そのサイバーセキュリティめっちゃ需要はあるけど、大学とか行っても全然就職できてないっていうのが現状だから、僕の今働いてるレストランとかでも、ほぼ残ってるのがサイバーセキュリティ卒業したグラジュエーションビザの優秀な人たちです。UTS とか UNSW とか行ってサイバーセキュリティはそういう現状があるから、私たち就職できないんだって言ってるのが、でも実際見ると本当にそうなんですよ。書いてあるんですよ。もうオーストラリア市民権持ってないとダメですよ。いや結構そこは穴ですね。そうなんですよ。で僕はソフトウェアエンジニアとデータアナリティクスを学ぼうとしたっていうのが、最終的な決断。そこも見えてらしたのがすごいですね。私も知らなかったです。そうなんですよ。実際そうですね。はい、じゃあ、今需要が高い分野について話したんですけど、実際にじゃあ学んだものが実にできるのかみたいなことを聞きたいと思うんですけど、じゃあ具体的にどんな授業の内容ですか？授業の内容は、前期でいうとそのさっき言った画像処理のものと、あとネットワークの授業ですね。その実際にケーブルとかをつないで、じゃあ A オフィス B オフィス C オフィスで、パソコンが何台あってホストが何人に割り当てるとか、そういうのを、実際ケーブルでつないで、やって、PC で設定するっていうのを、やる授業と、あとデータアナリティクスの授業で1
1回なんかバンとビッグデータが与えられるんですね。この場合はサイバーアタックのなんかいろんなデータがあって、何がどういうふうに関係しているのかを自分で調べる。このアタックはどういう時に反応が多くてなんで起きてるのかとかを自分たちで調べて、だから多分生徒350人ぐらいいて、350人みんなが違う答えになるんですよ。でみんながそれぞれ違うデータを持ってるんですよ。だからチーティングとかもできないですし、誰かに相談する、やり方とかを相談しながらはできるんですけど、導き出す答えっていうのは、違うもので、最後自分でプレゼンもしないといけないですしっていうのがデータアナリティクスの授業で、あと1個がユニックスシステム。それはでも初級レベルです。 OS とかあ、そうです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 。じゃあ結構話を聞いてネットワークとか、多かったです。 OS 勉強はからじゃあ基礎から多分始まって、そうです。やっぱ最初のセメスター UTS に入ってから最初のセメスターだったんで、割となんだろうな、基礎になってくると思う。その授業もファンダメンタルオブ何々とかがあったりするんで、そのいきなりアドバンスとかを取れるけどその知識がないんでファンダメンタルから始めようと。なるほど。じゃあそこは結構じゃあ自分の好きに選べる。そうですね、ただコアクラスっていうのがあるんで、それをこの2年間の間に、取らないといけないっていうのが多分4つぐらい多分コアクラスあるんですけど、それは自分の配分で2年うちに決めるってことですね。じゃあ今お話聞いて、はい結構私も実際ネットワークの知識って本当にもう全ての基礎なんです。そうなんですね。はい、なんかそこ分かってないからなんかトラブルシューティングできないとか、なるほど。あと OS もそれこそ Linux コマンドとか、ほぼ毎日触るので、なんかすごい役立つ。本当ですか。ネットワークめっちゃ嫌いでしたね。私も今でも嫌いです。それよりもしたなんか16日。やったー、計算する。あれでも結構好きでした。なんか法則みたいなのあるじゃないですか。あれ見つけたら、こんな風にやるんやと思って、ちょっとテンション上がりながらやってましたけど、0001してます。なんかその私の視聴者さんも結構 IT に興味ある人が多くて、海外で就職するにはなんかどうしたいかっていうので、なんかいろんな方法があると思うんですけど、一つの方法として、大学院に行ってちゃんとこう学位を取って、なんでしょう、ステップとして再現性が高いのかなって思って、質問とかで受けるのが実際にじゃあ学んでもなんか仕事につながるのかみたいな。いや怖いっすよね。いや僕もまさにそれですよ。本当に大丈夫かなと思いながらやってますよ正直。でもなんか今お話聞いてなんかすごいなんでしょう、大きな、なんか使ってる細かいツールとかはもちろん私も分かるんですけど、なんかそのステップ的なところはそうですね。近いな。そうですね。あと本当になんか就職できるのかなって思い込んでると、もう本当にね闇に進んでるんで、この経験自体を生かして、いや俺たちはもうこの経験を乗り切ったんだから、日本に帰ってもなんか戦っていけるだろうとか、こっちでも、例えばカナダに行くとかヨーロッパに行くとか、そういう道もあったりするんで、英語ができるってだけで、なんであんまり悲観的にならなくてもいいかなと思います。その就職できなかったらどうしようみたいな。なんとかなりますよ。なんとかなってないですけどまだ。でも多分大丈夫です。っていう心意気が重要だと思いますね。なんかポジティブにいたらなんかマイクロそうです。あとはなんか人とコミュニケーションを取っていく。そのひょんなところからコネクションがつながってインターンでもやってみるみたいなところがあったりすると思うんで、そういうのは重要ですね。ちょっと話が戻ってしまったりなんですけど、テープに行かれてたってことで、今後留学を考えてる人に、なんかテープも行って今現在大学に向かってるんですけど、テープはおすすめできます。テープはおすすめできます。じゃあなんかもともと IT のこう経験が数年でもある人、ちょっとあるでもおすすめ。それは同じ分野で学ぶのであればあんまりおすすめはできないですね。例えばソフトウェアエンジニアとして働いてました。で私ちょっとデータサイエンスとか AI とかの分野でもうちょっと広げたいなっていう人は、半年とか1年もかからないぐらいでその学位が取れるんですよ、ディプロマっていう学位が。で、大学とか大学院よりもそのレポートとかちょっとあるけど、もっとプロジェクトベースになるんで、しっかり実用的なスキルが短い期間で、身につける、っていうのがテイクかなと思います。あとは学位がちょっと安い。じゃあちゃんと学位としてじゃあ本当に歴史にかけるんですか？そうですね。ディプロマとかバチェラーだとちょっと、期間が長くなるんで1年半か2年ぐらい多分かかると思うんですけど。じゃあ本当にちゃんとオーストラリアとしてそうですね。ただその後のビザのことを考えたらちょっとです。じゃあワーホリに切り替えて、
働けるようにするのか、卒業生ビザが下りないので、定期の場合ってそうです。だからオーストラリア長くいたいっていう人はちょっと考えないといけないかもしれないです。じゃあ本当に今後自分がどうしたいかとかもそうですね、シンプルに知識とかスキルとか、ネイティブの人と一緒に勉強したりとか、そういう面に関してはテーフはすごいいいと思います。大学よりもその学費が抑えられるし、けどもうちょっと将来的に考えた時にどっちがいいんだろうって思ったら、大学とか大学に行っといた方がオーストラリアには言いやすい、し就職にもつながりやすいんじゃないかなと思いますね。そんな感じで、じゃあ、僕もトピックの中で最後にしてもらったんですけど、じゃあ IT 未経験でこの大学院に行くのって結構おすすめできますか？できるのであれば、年齢で関係なしで若くてできるのであれば、やっぱバチェラーから始めた方がいいんじゃないかなと思いますね。大学から始める、いきなり IT の経験何もなくて大学に行きますってやると、ちょっと2年っていう期間が短い、し、オーストラリアって3ヶ月で1セメスターなんで、すごい短いんですよね。めっちゃ忙しすぎて一瞬なんですよ、3ヶ月で。何か自分でもうちょっと勉強しよう。結局なんか勉強って上限がないじゃないですか。やれるとこまでやれるんで、でもテストのためにここまでって踏ん切りをつけるのが一般的な、学生だと思うんで、僕もその一人なんで、将来の職場でこういうことが必要だろうなって思いながら勉強できないんですよ。もう必死すぎて、課題とか。でも結局 UTS の場合はつながってるんじゃないかって思いながら僕はやってるんですけど、使ってるソフトとか、学んでいるコーディングの、種類だったりとか、そんなところを思いながら、勉強はしてるんですけど、いきなり大学院っていうのはちょっとやっぱどうなんだろうっていうのはあります。そのテイフ行って大学院とかで出てます。いきなりテイフも何もなして IT 未経験で大学院っていうと、多分最初の半年ぐらいマジで鬱マジで鬱だと思います。それを覚悟の上で行くなら全然あり。あとその好きかどうかも知ってからやるといいかも。そうです。自分で分野選ばないといけないんで、もう広い意味でやるってなったらいろいろやっぱ自分で見た方がいいと思うんで、バチェラーだったら多分最初に ICT とか、なんかジェネラル的な IT のことを学ぶと思うんで、こういう分野に行こうと学べると思うんですけど、大学院ってもういきなりじゃあデータサイエンス行くのかサイバーセキュリティ行くのかとか分かれるんで、ここは見といた方がいいかもしれないですね。ちょっと今後考えてる方はぜひ参考にしてそうですね。じゃあ次は、今後のキャリアパスについて話していこうと思います。なんか今後キャリアのプランとかこういうのやりたいなみたいなのあります？僕はもう今はソフトウェアエンジニアになりたいです。沙織さんみたいに。いやもうAI とかが未知すぎて、僕メインメジャーがデータアナリティクスなんですよ。でサブメジャーがノンスペシファイっていうので、いろんな科目から選べるんですけど、でもそれを結構ソフトウェアエンジニア系にしてるんですね。プログラミング系にしてるんで、そっちの方が、IT じゃないですか。 IT 系って言ったらなんかもうコーディングとかなんかそっちだとかっこいい系だと思うんで、僕はどっちかというとそっちの方が楽しくやれるんじゃないかなと思います。コーディングじゃあ好きですか？好きです。そうですね。それは強いかもです。本当ですか？じゃあオーストラリアでこう IT キャリアを築きたいっていう人に、まず何を始めるべきだと思います？なんだろう、僕は楽しいと思えるものがコーディングだったんですよ。プログラミングだったんで、なんかあるじゃないですか、Java とかなんだっけな、なんか日本のサイトで確かあったと思うんですけど、そうですよ、とかやってみて自分が面白いって思ったなら、そっちの道に進めばいいと思いますし、今 YouTube とか無料でネットとかで例えばデータアナリティクスどうやって、Python を使うのかとか、あるんで、そういうの一回自分でねやってみて面白いって思ったらやればいいし、面白くないって思ったらちょっとやめた方がいいかもしれないですね。ちょっとやっぱ奥深いしデータが気持ち悪くなるんですよ本当になんかもう本当にね、思考が停止するからですよね。もうやりすぎて、もう無理やりたくないみたいな時があるんで、なんかそれに耐えれるかどうか。なんか IT 結構好き嫌いが分かれる。嫌いだと本当になんか人生が辛くなってしまうので、だからサポートとかね、カスタマーサービスみたいな、ところとかも僕は結構好き、面白そうやな。コミュニケーションだから IT の中でもそういうコミュニケーションをメインにするところもあるんで、コーディングできないからやめようじゃなくて、IT の中でもいろんな、分野があるんで、そこをまず知るっていうのもいいかもしれないですね。こんなんも IT なんやって、僕はもうプログラミングイコール IT やと思って入ったんで、だから今データアナリティクスやってるのが不思議なぐらい。じゃあちょっといろいろ質問お答えいただい
はい、ありがとうございます。こちらこそ。最後に、はい、調査さんへのメッセージとして、はい、じゃあ留学生や移住希望されてる方に何かアドバイスをお願いします。そうですね、まあなんだろうな、凝り固まってガッて進む、なんかもう永住権のために全てを頑張るみたいな、僕もそうやったんですよ。その最初は永住権取りたいじゃあ大学にしかないっていう考えやったんですけど、やっぱねもう2年とか経つと気持ちもね変わってくるし、なんかオーストラリア人に囲まれて生活するとなんかもう何でもいいかとか思ったりもするんでなんか変わるんですよ、自分の気持ちの変化みたいな。でそこに変化するにつれて経験とか、自信とかで強くなっていく自分もいたりするんですよ。振り返った時にあの時よりも強くなるなみたいな。それは別に何がって言われたらちょっと分かんないです。IT のじゃあスキルを完璧に身につけたのかって言われたら分かんないんですけど、それ以外のところで何か人として成長してる部分があったりする部分が出てくるんで、そういう小さな自信とか成功体験を積み重ねることによって将来が築き上がると思うんですよ。なんでがんじがらめにこうって進んでなんか何かダメだったら落ち込むみたいななんかそういう人生よりもなんかもうちょっとね気楽に考えて、こうなったならじゃあこっちの道進もうか、こうなったらこっちの道進もうかみたいな、そんな感じで僕はいいんじゃないかなと思います。留学ってでも高い、ね、お金払ってるんで、なかなか難しいけど、でもそこから高いお金って言って進まないことが一番の恐怖なんでね、やっぱ何かしら行動して進むことが大事かなと思います。ありがとうございます。なんかねこう進んでたらなんかそうなんかねなんかあるんよねきっとなんか多分引き寄せたりとかもそう進んで引きこもってたらダメですけど、進んだらもうその道を成功にするしかないんで、成功するためにちょっとでもね一歩踏み出す、嫌なことでも本当にありがとうございました。ありがとうございます。楽しかったです。はい、張さんのチャンネルの方でもコラボしてるので、はい、概要欄にリンクを貼っておきますので、見ていただけたら嬉しいです。はい、じゃあチャンネル登録といいねもお待ちしてます。お待ちしてます。ありがとうございました。はい、バイバイ。